コウウラキはガンダムシリーズの中でもオリコン1位の獲得数が最も多いとされる作品、機動戦士ガンダム0083の主人公として登場し、GP01 や GP03 といったガンダムに登場した人物です。テストパイロットの卵として日々を過ごしていたことから、当初は新米らしい表情を見せていましたが、アナベルガ島との戦いや連邦軍内の腐敗への直面などを受けて、面構えが違う兵士へと変わっていきました。今回はそんなコウウラキの人生について解説させていただきます。浦木少尉特艦します。コウウラキは宇宙世紀0064生まれで、作中の0083には19歳、身長は 178cm の青年となります。地球生まれで、両親が一年戦争時のコロニー落としで失っています。地球連邦軍士官学校卒業後、オーストラリアのトリントン基地でテストパイロットとなりました。人参が大の苦手で、山盛りの人参に頭を悩ませる様をキースにからかわれるなど、幼さが感じられる一面も見られます。人参いらないよ。モビルスーツへの探求心が非常に強く、モビルスーツへの知識が豊富で、物語冒頭でアルビオンが来航した際には、一目見ただけにもかかわらず、ガンダム試作2号機が各装備を前提とした機体であることや、試作1号機にはコアブロックシステムが搭載されていることを見抜いていました。また、勝手にガンダムを見学しようとしたことでニナパープルトンに追い出されますが、モビルスーツへの知識の深さやこだわりから2人は意気投合していくことになります。アナベルガトーがガンダム試作2号機を強奪する際には、現場に居合わせたため、残されていたガンダム試作1号機に飛び乗り、ガトーを止めようとしますが、歴戦のエースパイロットであるガトーの前には手も足も出せず、未熟と一方的にあしらわれ、逃亡を許してしまいました。こうしてコウはアルビオンの正規クルーになり、1号機のパイロットとして2号機の追撃に参加していくことになります。ガトーにライバル心を燃やすコウでしたが、追撃は失敗し、ガトーと2号機の宇宙への脱出を許してしまったため、アルビオンも宇宙へ上がりました。宇宙では試作1号機がまだ宇宙戦闘用への改修が終わっていないにもかかわらず出撃しますが、シーマガラハウのゲルググマリーナに敗北し、ガンダムパイロットとしての自信を失い、月面都市フォンブラウンをさまよいます。酒に酔いつぶれる中、元ジオン軍のパイロットであるケリー・レズナーと出会ったコウは、ケリーのバルバロの修復作業を手伝う中で、自身のパイロットとしての気持ちを取り戻します。さらに、良き上司だったサウスバニングを失ったことで、戦いへの意志を強めていきました。そして、2号機がコンペイ島で連邦軍の艦隊へ核を撃ち込んだ直後、コウは試作1号機フルバーニアンで一騎打ちを仕掛け、雪辱を果たすべく猛攻をかけます。激闘の末、コウは2号機を大破させることに成功しますが、同時にフルバーニアンも大破したため、2号機奪還という作戦自体も失敗に終わりました。聞こえているだろうガトー。お前が忘れても俺は忘れはしない。ベラーズフリートを追撃するべく、ガンダムを開発するアナハイムエレクトロニクス社のドッグ艦ラビアンローズに向かい、最新鋭のガンダム試作3号機を受領しようとするコウたちでしたが、上層部の裏工作への障壁となっているコウたちは待機命令を受けていました。そこでコウは犠牲を払い、試作3号機を強奪しました。ベラーズフリートが目論むコロニー落としを阻止するため、試作3号機デンドロビウムで敵機を殲滅していきますが、コウは肉体的にも精神的にも追い詰められていきます。そして激戦の中、自らが所属する連邦軍がシーマ艦隊と裏工作をしていたことを知り、その腐敗に衝撃と怒りを覚えたコウは、実際は友軍であるシーマ艦隊を壊滅させました。さらにコロニー落下を阻止するべく、そのコロニー内に侵入しますが、そこで軌道の最終調整を行うべく侵入したガトーと、ガトーの元恋人だったニナという3人が対面することになりました。コウはガトーを撃とうとしますが、ニナがこれを制止してコウに発砲。かつての恋人が殺される姿を見るのは耐えられないという思いからか、ニナはコウに銃口を向け、ガトーと共に部屋を出て行きました。こうしてまさかのテロリストであるガトーと共にニナが出て行ったことに衝撃を受けるコウでしたが、再び3号機に乗り込み、待ち受けていたガトーとの最終決戦を繰り広げました。コウも歴戦でかなりの成長を遂げていたものの、ガトーのノイエジールに捕らえられ、勝敗がついたかと思ったその瞬間、バスクオムがコロニーを味方もろとも焼き払うソーラシステム2を発射したため、
3号機とノイエジールは大破しました。3号機はコアモビルスーツであるステイメンが無傷だったため、コウは生きていてコックピット内で気絶していましたが、ガトーはコウを殺さずに去っていき、連邦艦隊に特攻を仕掛けていきました。そして目を覚ましたコウは決着をつけられなかったガトーへの怒りか、それとも連邦軍の味方の犠牲を厭わない戦術への怒りか、行き場のない怒りとともにビームライフルを乱射するのでした。こうしてベラーズ紛争におけるコウの戦いは終わりましたが、コウは最高機密である試作3号機の無断使用、命令、服務違反、犯行行為という罪状で軍事裁判にかけられました。裁判では紛争中に感じた連邦軍の体制に対する疑問から黙秘を貫き、1年の懲役刑を言い渡されたとされますが、その翌年、ガンダム開発計画が痕跡を残すものを全て破棄してなかったことにされたため、コウの罪状も消滅し、釈放されました。そして新たに北米オークリー基地に赴任し、士官学校時代からの親友チャック・キースと再会。さらにあれだけのことをしたのにどう接したらいいか分からずもわだかまりを捨てた笑顔を見せるニナとも再会するのでした。こうして物語が終わったガンダム0083は、小説版は基本的に OVA 版に準拠した流れですが、2号機ダッシュの際にガトーがヘルメットをかぶっているという設定になるなど、各シーンの読み取りにくい設定が描かれていたり、登場人物たちの内面や葛藤が分かりやすくなっています。ステイメンでビームを乱射したことに対しても、誰を信じて戦えばいいのか分からなくなり、もう連邦には戻らないと考えていたことが明かされています。またラストシーンでニナと再会した際には、ニナがガトーを殺すのを止めようとした理由をコウが理解している描写も描かれています。ちなみにアニメを見ても最後の笑顔の理由が分からず、怒りが止まらない視聴者の気持ちを代弁したキースはその女はゲルググで不明よという言葉がネット上には存在しますが、これは小説などを手掛けておられる川上実氏の友人の方が言い放ったのが始まりのようです。概要欄に引用元 URL を載せていますので、興味のある方はぜひご覧ください。漫画版ではガンダム短編集に星屑の英雄、機動戦士ガンダム0083、リベリオンといった作品が存在しており、それぞれストーリーの一部やコウにモンシやニナといった主要キャラクターの描かれ方などが OVA と異なっています。ガンダム短編集では良き上司だったモンシアが戦死してコウが怒る様子も見られました。星屑の英雄ではニナとガトーの過去について触れられるシーンも存在します。また近年完結したリベリオンでは機動戦士ガンダム第 08MS 小隊のテリー・サンダース・ジュニアやアリス・ミラーが登場するなど、ガンダム0083以降に発売された作品のキャラも一部登場しています。本作の物語開始時点ではコウがオランダの士官学校で歴史の授業としてアナベルナ島について学んでいる姿が見られます。物語上 OVA と最も変化してくるのが中盤以降になっていて、ケリー・レズナーと月面で戦った結果、ケリーは死亡せずガトーたちに助けられます。そしてコンペイ島でガトーに戦いを挑む際にケリーも現れ、この時バニング隊員が共に戦っていましたが、コウをかばって命を落としています。また1号機と2号機の戦いの際にはコウは爆発に巻き込まれて危篤状態に陥ってしまいました。コウの血液型は特殊でしたが、この時捕虜になっていたケリーの血液型が偶然同じだったため、コウは一命を取り留めました。しかしこのことがきっかけで仲間のベルナルド・モンシアはバニングの代わりにコウが死ぬべきだったと糾弾するようになりました。そのため終盤ではコウとモンシアが幾度も衝突していきます。コロニー内ではケリーを殺そうと図ったモンシアに怒るコウが試作3号機でモンシアを撃ってしまうなど仲間割れをする様子が描かれています。さらにコウはガトーに勝利し、ノイエジールのコックピットブロックを取り出してニナの乗り込む際とともに地上へ降下しますが、バスクの陰謀によりアルビオン隊は戦犯として扱われ、コウもガトーをかくまうジオン兵という扱いを受けて捕らえられてしまいました。こうして軍事裁判にかけられるコウですが、 OVA 版と同じく GP 計画の登録抹消により罪状は消滅することになりました。その後オークリー基地に着任したコウはキースと再会し、ハイザックに登場する様子が描かれており、モビルスーツパイロットを務めていることがわかります。なお本作ではニナはコウと再会せず自分の道を進んでいます。
OVA 版機動戦士ガンダム0083は、試作3号機ステイメンの活躍の場がなかったり、冒頭で、ニナが、ガトーの顔を見ても、無反応なのに、後半では元恋人ということが明かされたりするなど、反応の仕方に違和感があるシーンが存在したからか、漫画版では、かなり深掘りされていて、面白い作品となっていますので、未読の方は、ぜひ一度読んでみてはいかがでしょうか。なお、ここで、コウの物語は終わりを告げており、その後を描いた作品では登場していません。ベラーズ紛争後もモビルスーツパイロットを続けているものの、連邦軍の腐敗した体制に嫌気をさしていることから、ティターンズ体制の連邦軍に長くいるとは考えにくいため、いずれ退役していてもおかしくなさそうです。ただ、漫画版では、サンダースが、コウに、白アマダを連想させるような描写があったり、ソロモンの悪夢と呼ばれるガトーに勝利するなど、アマちゃんながらも実力の高いパイロットへと成長していることから、エースパイロットの中では、設定の付け方次第では再度登場させやすい人物の一人だと考えられるので、別時代のコウを見れる日が来るのかもしれません。俺にはまだ全てが終わったようには思えないんだ。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。